今回のテーマは遊んでいる大駒を活用するをテーマにお送りしていこうと思います。遊んでいるっていうことで、要は使えていないということですね。使えていない大駒、特にね、いろいろこう駒いますけれども、大駒が使えてない時って大体将棋勝てないんですよね。なんで遊んでいる大駒を活用する、とても大事なことなんでやっていきましょう。ということでやっていきましょう。まずこちらの局面ご覧ください。さあ、振り飛車で石田流ですね。で、相手の方の左美濃という将棋の中盤戦で、これからねすごい戦いが繰り広げられると思うんですけれども、大駒の働きにちょっと注目してください。相手の飛車よく働いています。で、相手の角もよくね働いていまして、先手の飛車、この飛車がね石田流の飛車なんでとても大事な飛車で働いていますね。で、この角はですねちょっと遊んでるっていうほど遊んではいないんですけれども、ちょっとね攻めに参加してなかったりしますので、こういった局面でねちょっとパッと見てね、結構これは感覚的なことなんですけれども、あんまり角使えてないなっていう時にね角を使っていくっていうのが大事になってくるんですね。で、全然ね当然互角の局面なんで、これから面白い将棋が進んでいくと思うんですけれども、ここではですね3六歩とついて角を使っていく3七角で、ここまで角が来るとですねいつでも7四歩っていう手が見えてきます。これはもし同歩と取ってくれれば香車が取れますし、飛車で取ってくれば飛車交換した後にこの角で香車が取れます。で、ここにとってね馬になると自陣にもね効いていて受けにも効いてくるので、これはとても使えている形なんですよね。ただねこの5九角の位置のままだとすぐの働きがねちょっと弱いところがあるので、ちょっと一つは3六歩から3七角でね、この斜めのラインで使っていく。で、あとはですねもう一つあるとしたら4八角ですね。この角もですねとても結構実戦例とかね公式戦でも多い角の使い方ですね。これ5六歩とついて、これで6五歩と突きます。で、そうするとですねだんだん意味が分かってくると思うんですけれども、7四歩とついてね、これがただ単に歩をぶつけただけではなくって角で飛車取りにもなってくるので、これも結構プロの公式戦で多く使われているような角の使い方なんですね。なんでねちょっとパッと見ていただいて、この角があまり使えてないなって思ったらこう3六歩とか4八角とかやって使ってみるのがいいと思います。で、この局面においてはですね結構飛車の位置をちゃんと見てですね、例えば相手が8二飛車だったら3六歩から3七角でこの飛車を狙っていこうとか、相手が8四飛車とね浮いている形だったら4八角から5六歩6五歩とやってこの角のラインで飛車を狙っていこうとか、ちょっと相手の飛車の形とかね相手の敵陣の形を見ながらですね角の使い方とかを変えていけるようになってくれば、だんだんとですね上達してくるんじゃないかなっていうふうにね思いますので、まずはですねこの局面見ていただいてこの角を使っていこうということですね。ということでこちらの局面ご覧ください。振り飛車対居飛車の終盤戦となっております。今ですね、相手の方がですねこのと金とね、この桂馬、この桂馬をね取れるんですけれども、このと金を使ってねちょっとじわじわと、進めてきている局面ですね。で、ここでですねこれだけはやっといてほしいなっていう手がねあるんで、ちょっとそれをですね考えていただきたいと思います。じっくり考えたい方はですねここで画面を止めてください。さあやっていきたいと思います。今回はねこの大駒を使っていくっていうのがテーマなんで、ちょっと大駒に注目していただきたいと思うんですけれども、先手の飛車、あと先手の角、これがねどれぐらい使えているかっていうところにまずこう考えてみるわけなんですね。でね、結構角の利きがねあんまり強くなくって、角がちょっと使えてないなっていう気がするんですよね。で、あとね、この飛車がどれぐらい使えているかなんですけれども、桂馬を取る手はね、あるんですけれどもちょっと大駒使いたいですね。ということで7三角成、これをちょっとやってみたいんですけれども、当然ね角が馬になって大きい一手なんですけれども、この時にですね8八歩とねここに歩を打たれるような手が結構気になります。で、この後ですねと金を寄られたりしてですね、飛車を取られる手があります。飛車をね歩で封じ込められちゃった形になるので、結構ですね飛車が遊んでしまうわけなんですね。
あとはですね、成った時に角を合わせて馬を消されるような手も見えますね。はい、角を成るということで当然大きな一手なんですけれども、それよりもですねとりあえずやっておきたい手があるんでね、はい、それを発表していこうと思います。ということで正解はですね4八飛車、はい、これがですね、とりあえずこれをやってから考えたいっていう手ですね。これはですね先ほど言った8八歩と打たれて飛車を封じ込められちゃうような手をあらかじめ、はい、逃げつつ攻めのね今戦いが起きている4筋を見据えた一手で、この飛車回り以降はですね好きなタイミングで3三桂成と、はい、桂馬をね飛び込んでいって飛車交換に持っていくような手があるんで、はい、これで4八飛車で攻めを見るということですね。あとはですね、特にねここに歩を打って相手の飛車を止めるかどうかっていうのがすごく大きいので、これ4八飛車が正解なんですけれども、もしねこう後手目線で考えるとしたらもっと早くここに歩を打ってね飛車を止めちゃうとかっていう考え方が大事になってきます。はい、ということで、ちょっと見ていただいて遊び駒があるかどうかうまく活用できるかどうかとても大事なんでね、はい、ちょっとそういうのを意識して考えてみてください。はい、ということでこちらの局面ご覧ください。居飛車対振り飛車の終盤戦となっております。で相手がですね今この竜と馬で、攻め込もうとしていまして、先手もですね竜と馬、はい、できていて、成銀もいて、持ち駒にね桂と歩もありますんで、ここからどうやって進めていくのかっていうことですね。はい、でじっくり考えたい方はですねここで画面を止めていただけたらと思います。さあそれではねやっていこうと思います。手番を握ってるんでなんかどんどん攻めていきたいなとかね思うわけなんですけれども、例えばですね3三桂成となって次にですね成銀を寄ったり成桂を入ったりして、この美濃囲いの金を削りに行く剥がしに行くっていうのはですねとても大事な一手になってきます。ただですね結構時間がかかるので、もっと有効な手があるんであればやりたいですね。で銀冠がねまだ硬いんでいろいろねじっくりいく手もあるんですけれども、よく見るとね大駒、はい、の働き見ていただきたいんですけれども、ちょっと遊んでいる駒がいるということで、はい、その駒がですねこの1二馬なんですね。なんでこの馬を使っていくということで正解をやっていこうと思います。正解はですね1三馬と馬を引いてですね、はい、これがなんかちょっと馬が1個下がっただけなんで、ただなんかパスしてるんじゃないかなっていうふうにね見ている方でも思うかもしれませんが、かなりこれがですね味のある一手で大きいんですね。で、相手がですね何やってくるかなんですけれども、例えば5九馬とか攻めてくる手はあるんですが、これで5七馬とバックして竜に当てたり、あとこの場合だったら4六馬ですね、これがすごい大きな一手で桂馬と歩の持ち駒があるんでいきなりですね7四桂を狙っていけるわけなんですね。これ桂馬打ってね、はい、相手の美濃をねこのラインで攻略することができたらねまた将棋楽しくてねまたねなんか笑いが止まらなくなっちゃうようなそんな展開だと思うんですけれども、ここの馬の位置がね絶品で相手の王様を睨みつつ自陣にも効いているので、この馬の位置とこの馬の位置どっちがいいかっていうのをねもうこれ明らかなんで1三馬から4六馬を狙ってもらって、当然横から攻めるっていうのもあるんですけれども、はい、この攻防の位置にねいいポジションに持ってくるっていうことで1三馬遊び駒の活用ということですね。はい、ということで今回は遊んでいる大駒を活用するをテーマにお送りさせていただきました。将棋はいろんな駒がいるんですけれども、特に大駒が大事になってきますので、その大駒がねちゃんと使えているか、それともどこかで眠ったまま遊んでいるままなのかどうかっていうのをちゃんと確認することがね大事になってきます。ちょっとふとした局面でね気持ちを落ち着けてみて自分の大駒が働いているかどうか、あとはですねちょっと逆の目線になってみて相手の大駒を封じ込めるような手を思いつくとですねまた気力アップとか勝率にもつながってくると思いますので、はい、ちょっと意識してみて将棋を楽しんでみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。